お疲れちゃん、主だよ。今日はね、主の使っているスマートウォッチ DJI Pocket 3モバイルバッテリー、生活をしていくと充電をしなきゃいけない機器って増えますよね。このスマートウォッチはこんなのをこうペタンってやるんですね。これが結構ね、億劫なんですよね、いちいちこう。なので今日はね、このスマートウォッチをパタって置いて充電をできるようなドックを作りたいと思ってて、それプラスこういったタイプ C のドックがあるので、これを使って DJI Pocket 3とかモバイルバッテリーですね、こういうのも含めて総合的に充電ができるドックを作ろうかと企んでます。今回も CAD ソフト Fusion と 3D プリンター、こちらを使ってね、ちょっと暮らしが便利になる充電ドックを作ってみたいと思うよ。果たしてうまくいくのかな。始まるよ。はい、そしたら CAD ソフト Fusion を立ち上げていきたいと思います。はい、そしたらね、実はもう絵は描いてあります。なのでどんなイメージかを説明させていただくと、まずここの左側の丸い部分と四角い部分、これは何かというと、ここの四角い部分は先ほどのスマートウォッチを充電するこの端子が飛び出るところですね。この端子が下から飛び出て、その隣の丸いくぼみにスマートウォッチの裏側が落ちるので、それで四角から飛び出たこの接触部分がペタンとくっついて、この時計を置けば充電ができるっていう計算になっております。裏側を見るとね、もうわかるかな。ここに四角い部分にこれが入ってケーブルがこうひょいって裏に飛び出るようになってますね。それでまずこのスマートウォッチ充電ができるんじゃないかと思ってます。それでこの隣の大きい穴が開いてますね。ここの大きな穴の部分、ここには何が入るかというと、先ほどちょっと説明したこのタイプ C のドック、これアリエクスプレスでね、何百円かで買ったんだけど、これがこの底面から下から上に向けて入るんですね。そうするとここですね、ここの四角い部分からこのタイプ C がひょっこり飛び出す計算です。それでここにちょっと寄っかかる部分がありますね。ここには DJI Pocket 3がぴったり入るようになってまして、下から飛び出てるタイプ C にガチャンと充電ができるようになってます。それでさらに先ほど紹介したこのモバイルバッテリーですよね。これがタイプ C がちょっとオフセットされてるので、ちょうどね、同じところにね、はまるんですね。はまって充電がタイプ C でできて、でなおかつ充電されているかどうかの電気が下なんですよ。この下部分に表示されちゃうので、挿した時点で充電がされているかどうかっていうのがちょっと視覚的にわからないっていうことだったので、この隣の四角い穴がありますね。ちょっとわかりにくいな。よいしょ。ここの四角い穴手前のここに覗き穴をつけたので、このモバイルバッテリーを挿すと、ここのディスプレイの光が、正面から光が漏れる計算になってます。そうするとドックにこれを挿すと、ちょっとこの表示が光るので、あ、充電されてるなぐらいのチェックができるんじゃないかと思ってます。後ろはこの USB Type-C のこのドックの後ろにつながるようになってるので、ケーブルは2本出ちゃいますけど、そうすることによって左側では妻ちゃんと同じスマートウォッチを置けば充電ができて、あとはここの真ん中部分はカメラですね、 DJI Pocket 3がぴったり充電ができます。でさらにここの広い部分を使うとモバイルバッテリーが充電ができるっていうことになってます。さらに言うと、このモバイルバッテリーを充電しながら iPhone も充電できるんじゃないかっていう、これができちゃえばマグセーフっていうの、これで iPhone もくっついて充電ができるってことは、スマートウォッチを充電しながらモバイルバッテリーを充電しつつ iPhone も充電できるっていう計算になってます。うまくいけばの話ですね。なのでこれを早速 STL のデータにして 3D プリンターを使って印刷をしていきたいと思うよ。はい、そしたらまずはスライサーソフトに先ほど作ったモデルを入れてみました。こんなイメージですね。で今回はフィラメントは前回フリードに車を積むぜっていうのにも使った PLA カーボンフィラメントを使いたい。
妻ちゃん帰ってきたね。これにしようか。 PLA カーボンフィラメント、こちらを使ってちょっとやってみようかと思いますね。このまんまちょっと言いなりでやってみましょう。そうするとこのように完成するんじゃないかと思っております。妻ちゃんお帰り。今日ね、主お休みだからな。はい、そしたらこれでいきなりもう本番をねプリントしていきたいと思うので、乱印刷で印刷。そうすると 3D プリンターが動き出しましたね。時間的には多分ね1時間半くらいかかると思うので、完成は後ほどだよ。プッ。はい、そしたらどうやらプリントが終わったようなので、ちょっとね隣見に行ってみたいと思うよ。我が家の 3D プリンタークリアリティ K1 ですね。この中で完成している模様ですね。よいしょ。おお、成功したみたいですね。よいしょ。やばい。いきなり裏が抜けちゃいました。ちょっとこのまんま向こうに持っていきたいと思います。はい、そしたらこんな感じで印刷することができました。なんかすごいね、このカーボンフィラメントはね、仕上がりがすごいかっこいいんですよ。これ伝わるかな？どうやったら映るのこれ。よいしょ。ここの積層部分とかがすごい美しい。すごい綺麗にできました。でね、裏はもうこう剥がれちゃったんで、一旦この配線通すところとかのね、このサポートを外していきたいと思うよ。まだね、カーボンをね使い始めて間もなくて、様子がまだあんま分かってないんだけど、仕上がりがすごい綺麗なのは間違いないですね。綺麗に取れましたね。ここはドックが入るところですね。はい、こんな感じになりました。そしたら早速このドックと、あとは充電器のケーブル、これですね、スマートウォッチ用のケーブルを通していきたいと思います。シャミオっていうのかな、こちらの時計の充電器をこのプリントしたドックにつけていきたいと思いますね。この端子がここにぴったり入る計算です。よいしょ。そしてここを這わせていけば、ぴったりカンカンな予定ですけど、ちょっときつかったかしら。抜けないようにね、きつめにはしてあるんだけど。はい、まずケーブルが通りましたね。でこの表には充電の端子が来るので、充電ができる仕組みになっているので、この時計をこう置けば、一応ねマグネットで誘導されて充電がされますね。でこの丸いところがここに落ちるようになってますね。で妻ちゃんのもちょっとちっちゃいんだけど、こちらもどうやらねちゃんと充電ができるんじゃないかと思ってます。そしてこの大きい方の部分ですね、このくり抜いた方、こちらにはこのタイプ C とタイプ C の中ドックがあるんですね。タイプ C タイプ C のこのドックがあるので、それがここの裏面に入る予定ですね。入れてみましょう。じゃじゃん。かなりぴったりんこなはずですけど、すごい精度だね。はい、入りましたね。こっから端子が出てます。ここがまず主が使っている DJI Pocket 3がここに入るんですね。でもう一個がこのモバイルバッテリー、こちらの USB もここに入るっていう風になってるんですが、一回ちょっと電源をつないでみようか。ちょっと待ってね。はい、そしたら充電ケーブルをつないだので、早速充電をねしてみたいと思います。じゃあまず一番最初に、じゃあこの時計をやってみましょうか。スマートウォッチ、これ主のスマートウォッチ、これをここに置いて充電ができるかをやってみましょう。はい、ピタン。はい、充電ができておりますね。次は妻ちゃんのちょっとちっちゃい時計、はい、できますね。次はこれにしようか。DJI Pocket 3、これもねここに充電ができるはずなので、チャージをしてみたいと思います。ぴったりかな。よいしょ。充電されますね。はい、ここまで OK ですね。これちょっとね見せたいぐらいぴったりなんですよ。ほら、ここわかるかな。素晴らしい、ぴったりんこ。そうすると
今時計とカメラが同時に充電ができています。次、そしたら次はこのモバイルバッテリーですね。このモバイルバッテリーはね、充電されてる時にここしか光がつかないので、充電された時はここから光が漏れる予定なんですが、映るかな。やってみよう。ここの USB ですね。よいしょ。あれ、光ってるの？あ、光ってる光ってる。映ってる？ちょっとカメラをお借りします。どうしよう。目視だとね、光ってるの見えるんだけど、ちょっと暗くしないとダメかしら。これが抜くと消えて、刺すと光る。ああ、いいじゃないですか。はい、これでモバイルバッテリーと時計も充電ができるっていうことになりましたね。さらに頑張ると iPhone、 これがまたね、ここにさらにこのマグセーフっていうのくっつけば充電ができるんじゃないか。どうだ。いいじゃない。これでモバイルバッテリーを充電しながら iPhone も充電しながらスマートウォッチも充電ができるっていうドックが完成しました。いいと思うんだよね。あ、これね iPhone12 だからね消えちゃうんだけど、まあ縦でも横でもいけるんじゃないの？はい、いい感じだと思います。それで例えばお出かけする時はこれごと持っていけば OK なのと、あとやっぱカメラとかはね、電源がすぐなくなっちゃったりすると困るので、常にこうやってサクッと充電ができるといいんじゃないかと思ってます。それで主と妻ちゃんは時計も共有なのと、モバイルバッテリーもね、実はね、妻ちゃんと共有しているので、今ちょっとこれカメラつないじゃってるんだけど、共有をしてるので喧嘩にならないように、これもう一個同じのをね作ろうかなとも思ってます。はい、そしたら今日はこんな感じで 3D プリンターで作った主のオリジナル充電ドッグ完成いたしました。ちょっとじゃあね、同じのを妻ちゃんにも作ってあげて一緒に使えたらいいなと思ってるよ。そしたらまた 3D プリンターのね工作もまたねいろいろやってみたいと思うので、引き続きよろしくだよ。はい、今日はここまでにしたいと思います。いくぞ、せーの、お疲れちゃん。